はいどうも、キリハです。こちらの動画は多言語の字幕をつけております。下の字幕ボタンを押してお好きな言語でお楽しみください。今後も多言語字幕をつけて動画をアップロードしていきますので、よければ海外でプレイ中の方々もチャンネル登録していただけるとありがたいです。今回は最新版リセマラランキングということでやっていきます。海外版も始まりましたし、日本でも新規の先生がかなり多くなってます。なので改めてこちらの動画をアップロードすることにしました。これから始める先生や海外でプレイ中、海外でこれからやろうとしている先生方はぜひ参考にしてください。ただしこちらは日本の最新版のリセマラランキングになってますので、海外ではまだ実装されていないキャラもいます。あらかじめご了承いただいて見ていただければと思います。海外の先生は実装されているキャラの中からリセマラおすすめキャラを見ていってください。それでは早速やっていきましょう。はい、こちらがですね、ポイントが高ければ高いほど重要なキャラという形でランキングにしております。ポイント制にしているのはリセマラ終了ラインの目安にするためです。以前にあった限定キャラとかは省いてます。それでは解説していきましょう。まず最大ポイントの7ポイントの、キャラクターですね。もうこれはもう皆さんもうなずいてくれると思うんですけど、いおりと響、もうこの2人はもうトップですね。正直いないとめちゃくちゃ困ります。この2人がいるかいないかだけで総力戦の成績が全然変わってきます。そして活躍が多方面になりますので、通常の任務だろうと戦術対抗戦だろうと総力戦でももうたくさん活躍する場が設けられてます。持っていないと本当に苦労します。そして同じぐらい苦労するという内容でこの6ポイントの2人ですね。小春と俊、この2人がいないことで総力戦の順位がガクッと下がるなんていう方もかなり多いんじゃないでしょうか。小春に関してはヒーラーキャラになってまして、通常スペシャル枠が回復の枠なんですけども、唯一のストライカー枠、前衛で回復ができるキャラクターになってます。このキャラクターを持っているか持っていないかでスペシャルの枠の自由度が全然変わってきますので、小春がいるかいないかで編成の自由度が本当に狭まってしまいます。この子は爆発の生徒なんですけど、相手の属性に関わらず使うことになりますので、この子を持ってないっていうのは結構しんどい戦いになると思います。そして同じポイントにするか悩んだんですけど、俊もいないと厳しいですね。スナイパーライフルのキャラクターで開始時にコストを3ぐらい回復できるんですね。1コスト回復するのに2秒以上かかるブルアカにとって3コストのアドバンテージを最初にもらえるのは本当に強いです。総力戦のタイムにも関わってきますし、戦術対抗戦の短期決戦にも必須なキャラクターになってます。こちらのキャラクターもかなり重要ですね。そして、爆発の女王とも言うべき、あずさですね。こちら5ポイントになってまして、どんなキャラクターかというと爆発攻撃の単体特化のキャラクターになってます。単体攻撃で右に出る者はいないぐらいの火力を持ってます。状況によって響きが上回ってしまうんですけど、ただあずさに関してはノーマルスキル、コストを使わずに時間で発動するスキルで相手の防御力を下げるという効果を持ってます。ブルーアーカイブにおいて敵の防御力を下げるというものの有用性というのはかなり強いと言われておりますので、総力戦などで本当に活躍するキャラクターになってます。というか具体的に言うと、爆発の総力戦にはこの子いないとマジで話にならないですね。本当に強いです。なので、あずさもリセマラで手に入ると後々かなり楽になると思います。続いて、3ポイントなんですけれども、緑とかりん、はるなになります。この中では特にはるながいないと厳しい場面っていうのが多いですね。緑もいるといるでアタッカー枠でノーマルスキルで回復なんかも持ってますので、なるべく回復を削って火力を出したい場面なんかにちょっと差し込むと、その回復がうまいこと作用してヒーラーを入れずに済んだりします。かりんに関しましては全体の攻撃力アップということでスペシャル枠から火力を上げてくれます。こちらのキャラクターたちも持っているとかなり便利なキャラクターですね。正直春菜はもう1ランク上でも良かったかなと思わなくはないんですけど、今回は3ポイントにさせていただきました。ブラカが始まった当初は春菜の評価めちゃくちゃ高かったんですけど、
最近は有用な神秘のアタッカーだいぶ増えてきましたので、そういった意味合いで一歩下がるかなという意味合いで下げてます。ただ正直5ポイントぐらいあってもいいかなと思っちゃいました。この3ポイントの中ではかなり重要なキャラだと思ってください。続いて2ポイントですね。こちらの評価基準なんですけど、どこかで人権になるという感じですね。例えばチェリノに関しては総力戦のケセドで人権ですし、イズナは総力戦の白黒で人権です。星野に関してはタンクがこのゲーム少ないので、そもそもタンクの頭数が欲しいので、星野は持っている持ってないでだいぶ変わってきます。そしてライディングシロコに関しましては神秘の範囲アタッカーということで、任務でも役に立ちます。白黒戦でも使えますね。通常のシロコは総力戦回転ジャーやヒエロニムス、この辺りでもう本当に役に立ちます。そしてサヤに関しましては響きの貫通版という感じですね。ただ響きほど火力が出ない場合が多いので2ポイントになってます。正直3ポイントぐらいあってもいいかなとは思ってます。さえも持っているとかなり違いますね。そして次の1ポイントなんですけれども、この紹介した以外の星3のキャラ、星2の重要キャラクターをまとめてみました。この中でも特に椿はいないとかなりきついですね。椿は持ってスタートすることをお勧めします。椿、桃井、睦月、この3人は本当に強い星2なのでめちゃくちゃおすすめになってます。ちなみに強さで言うともっと上に入るような星1とかもあるんですけど、正直星1は回してればそのうち絶対に出ますので、リセマラで狙う必要はないと思います。なので今回は星1は省いております。星2は運悪いとずっと出なかったりするんでね。星2の重要キャラクターはこの子たちになってます。で今回はリセマラランキングなので、リセマラの時に狙うべきキャラなんですけれど、最強なキャラを知りたい、最強キャラのティアを知りたいという方はこちらの動画で説明をしてますので、よかったらこちらの方を見てみてください。ブルーアーカイブは星1のキャラクターでもめちゃくちゃ強いキャラクターがいますので、育てる際はこちらを参考にしていただければと思います。概要欄に URL を貼っておきますね。はい、そしてリセマラの終了ラインについてちょっと考えてみたんですけど、この辺りに関しては目安として考えてください。ご自分が好きなキャラを引いたらでも別に全然いいですし、好きなキャラを育ててる時が一番楽しいですからね。そこまで私が言うラインまで行ってなくても満足したらもうそのまま始めちゃっても全然 OK です。ただ指標が欲しいという方のために一応リセマラ終了ラインを設けさせていただきました。推奨ってことですね。でこちらのポイントの中で10ポイント以上でリセマラ終了でいいんじゃないかなと思います。例えば響きを引けてその後星2をこの3人を引けたら OK だったりとか、響きと春菜とかね、響きと小春なんて引いたらもうそれはもう全然終了ラインで OK だと思います。なので判断は各々で考えていただいて全然 OK なんですが、この中で10ポイント以上でリセマラを終了したら後々楽かなという感じはあります。もちろん引ければ引けるほどいいと思いますので、粘って頑張ろうっていう方はこのポイントを見て15ポイントを目安にしてみたりとか、ご自分で考えてやってみてください。ということで最新版のリセマラランキングとリセマラ終了ラインについて説明させていただきました。いかがだったでしょうか。今後も最新版の日本の情報だったり海外版で役に立つ情報、どちらも動画にしていこうと思います。また次の動画も見てくださると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。